これはこの間作った水玉のトップス。はっきり言って失敗作だ。新しく生地を買う前に生まれ変わらせてあげないと。さあ今日はこの失敗しちゃったトップスを生まれ変わらせる作業をしていこう。この服がどうして失敗作かというと、原型を独学で自力で作り始めた頃、これで原型はフィットしたかなと思って、その原型をもとにパターンを作り、この服を作った。でもやっぱりちゃんとフィットしてなくって、正しく自分サイズにまだ作れていない段階の原型で作ってしまったから、急遽前中心をつまんで縫ってみたり、いろいろ微調整したけれど、やはりフィットしていないため着心地が悪かった。その後また原型に試行錯誤して、ついに自分にフィットする原型が完成した。というわけで、そのちゃんと完成した原型を使って失敗したトップスを作り変えていきたいのだけれど、できるかな？とりあえず服をほどいていこう。この時使った原型より最新の完成した原型の方がサイズが小さくなったから、きっと容尺は足りるはずなんだけど、まず土壇場でつまんで縫った前中心をほどいていこう。通常リッパーは赤い玉を下側にしてほどいていくけれど、それだと時々生地を傷つけてしまうから、今回は絶対傷つけないよう、こっちの向きで慎重に糸を切ろう。前中心がほどけてきた。裾もこの部分をほどこう。前中心がほどけたからここで原型を置いてみよう。ちゃんと収まってるね。よし。脇をほどいていこう。こうやってほどいてみてわかるけれど、袋縫いは生地を傷めないからリメイクするときにとてもいいね。また端っこまでちゃんと使えるね。ダーツをほどいていこう。服をほどくのって縫うのと同じぐらい時間かかるな。ダーツが全部取れた。
改めて原型を置いてみよう。こんなに違うんだね。はあ。袖はほどかないで切っても良さそう。ちょっとお茶を飲もう。着心地いい服って生地の素材がほぼ 100% と思っていたのだけど、先日の失敗でそうではないのかもという思いが湧いてきた。たとえダブルガーゼで作ったとしても、サイズが合っていなかったり、つりつま合わせで変な縫製したりしたら、着心地がとても悪くなることが身に染みて分かった。逆の視点からこれを言うと、サイズもしっかり合っていて、正しく丁寧な縫製で服を作れば、どんな素材でも着心地よく着れる服ができるのではないかな。今回の作り替えに成功したら、その答えがわかる気がする。くまさんが可愛くできたから、ホイップは乗せるのをやめた。今回の服はちょっと袖はほわんとした感じで、裾はペプラムにしてギャザーではなくフレアにしよう。型紙を作っていこう。まずは袖から。袖は作り変えないとフィットしなさそうだから、この際半袖のふわんとした形にパターンを作ってみよう。パターンの作り方の本を見ながら。
ペプラムの型紙を作っていこう。裁断していこう。原型作成の遍歴をこの誤差が表しているようで感慨深いね。こんなに違ったんだね。実はこの生地は当初ワンピースにしようと買ってあったから余り布が結構ある。後々スカートを作ってセットアップにしてもいいかな。
さあ縫っていこう。袖口のタックを3本縫おう。ダーツを縫おう。前と後ろ合計6本。肩を縫おう。前身ごろに前ペプラムを縫おう。後ろ身ごろに後ろペプラムを縫おう。脇を縫おう。襟ぐりをバイアステープで処理しよう。襟ぐりのカーブをカット。袖下と袖口を縫おう。袖をつけよう。